ラル、ニューセントラルですね、ショッピングモールを背にしまして、逆側、こちらの、KTM に乗るんですけれども、KTM の中でもちょっと遠くに行く電車ですね。これの入り口、ヒルトンとのメディリアンの方ですね。ここから2階に上がってきます。付きの、チケット送られてきますので、それね、紙に変えることなく、そのスマホの画面から入れるみたいです。 QR コードで。でここ曲がりましたら、こう待合がありまして、ここからね入っていく感じですね。今入るのにチケットとマイセジャトラを見せました。そしてここから登場していきます。空港みたいに時間が大きく書いてあります。日にね何本もないので、電車というよりなんか飛行機乗るようなね感じですね。入りましたね。こんな感じです。ここですね。ここですね。あ、電源もありますよ。結構乗り心地いいですよ。ただね、これリクライニングしないんですけどね。ですごい寒いって聞いてたんですけど、少々寒いぐらいですね。めちゃくちゃ寒くはないです。ただ私は長袖着てます。はい、改めまして、こんにちは。TK です。TK です。本日はですね、初のというか、こちら、マレーシアに来てから少量KTMですね、列車で日光駅に向かっています。でさっきこの座席がリクライニングできないって言ったんですけど、今他の乗客の方来てリクライニングしてたんですよ。ただね、下にねレバーってね、ほらできた。これ最大、これ最大。お詫びして訂正いたします。快適です。はい。で、このちょっとですね、チケットの話なんですけど、僕はここが素晴らしいなというかですね、思ったのが、オンラインで全て進んだそのチケットを発行するのも予約ですね。まず事前にこの当日のその流れを注意。はいはい。これね全席指定なんですよね。なので当日でも駅で予約することもできるけれども、やっぱりそんなに本数がないので、土日とかね週末混むっていうことで事前にチケット取っておくのが絶対いいと思うんですけれども、それをですねパソコンとか、スマホでもできると思います。こちらの、KTM の、ホームページからいます。そこから、行き先を選んで、日にちと時間を選びますよね。それで、そこにねパスポート番号とかも入れたかな。多分外国人のパスポート番号、マレー人だったらなんかそのねマイナンバー的なものを入れるんですね。それで、そのオンライン上で決済もできます。その時に使える、クレジットカードは、銀行振込かクレジットカードか、あとは、電子マネーも使えると思うんですけども、クレジットカードはビザとマスターだけでした。で、ビザで、決済して、そうするとメールで、予約完了が送られてきまして、そこに PDF でQR コード付きのねチケットが添付されてきます。で、
それをちょっと前までは多分駅でペーパーにねこう打ち出して使ってたみたいなんですけど、今はその PDF をスマホで表示したもので QR コードをタッチすればもう乗車できます。この電車の特徴としては、長距離走るってこともあってお手洗いもついてます。そして食堂車があるみたいなんですね。ちょっと後で行けたら潜入していきたいと思いますが、ただ進行方向が先ほども説明してないですか、じゃあこれね、今ね、私たちね、後ろに向かってるんですよ。で、これが結構ほら、私たち大丈夫なんだけど、酔っちゃう人いますよね、後ろに向かうとね。なので、そういう人のために、これね、こう、日本の新幹線みたいに座席がこっち向きこっち向きってできないんですね。だから一車両の半分からこっちがこっち向き、半分からこっちはこっち向きみたいな座席なんですよ。なので必ず後ろに向かう人と前に向かう人が出るんですね。それがホームページにはなんか明記はなかった気がするんですけど、マークとしてその座席を選べるんですよ、自分で。選んだ時にうっすらね、こう線がついてるんですよ。こうボックス、飛行機の座席なんか選ぶときもボックスでこう席がね、表示されてるのの上に線があるのと下に線があるので、どっちがどっちか忘れたけど、こっちは進行方向向きますよ、逆側は進行方向と逆に向かいますよっていう風なことが記号では書いてあって、でその記号に対するなんかこう注意書きはなかったと思うんですよね。ただすごい日本人の親切な方がそういう記号があって、それが進行方向ですので予約するときにそれ参考にしてくださいってブログを書いてくれてる方がいて、で私は進行方向に向かっていく方向で予約をしたつもりだったんですけど、なぜか後ろに向かってるので、さっきまできっとスイッチバックするよって言ってたんですけど、無理そうですね、これはね。そういう時もありますね。この席は非常にありがたいことに机とこの飲み物を置く場所があってですね、目の前に。こんな感じですね。これね、一番前の席なんですよ。ここほら、扉なんです。これはね、あえて足が伸ばせる席を取ったんですけど、ここだけしっかりした机。あとは日本の電車と一緒で前の席の背もたれから折りたたみでパカッと出るね席がついてます。テーブルがついてます。はい。非常に物とかも持ち込みも特にね自由です。全然大丈夫です。はい。なのでちょっと入る前にセブンでコーヒー買ってきました。美味しい、めちゃくちゃ。なんか日本であんまりセブンのコーヒー飲んだことないんですけど、結構評判は良かったんですよね、人に聞くと。で、同じ味かわかんないですけど、マレーシアのね、セブンのコーヒー美味しい、濃いめで、はい。昼過ぎに、着く、昼過ぎじゃない、11時半ぐらいに着く予定なので、そしたらすぐね、ランチを食べに行きたいと思います。この後お届けしますので、ぜひご覧ください。ありがとうございます。ここにサンドイッチとかコーヒーとか紅茶とかねあります。あとなんかご飯物もあるんだけどね、多分チンするご飯ですね。で食べるところがねこれしかないので、まあ目線に持ってこんな感じですね。食堂車というか食堂コーナーですねになってます。だいぶ景色が変わってきましたね。なんかね土が見えてるところが赤土ですね。ほら真っ赤なの。でもこの赤土のせいで川が濁ってるらしいですよ。山ですかね。あまり登ってる感じはしないんですけど、でもなんかだいぶ標高高くなってきた気はするね。
ました。車で5、6分ってところですね。すごいね、なんかね、思ってたよりも街並みが整備されてて、なんかテーマパークの中にいるみたいなね、感じですね。で、ここがめちゃくちゃ有名なローワンっていう、チキンライスとね、もやしのお店です。すっごい混むみたいなんですけど、結構ね、平日の12時前入れそうです。行ってみましょう。はい。Thank you. 感じです。このね、もやしがね、有名っていうね、感じです。今注文しまして1分経ってません。早いです。来ました。で、どこのお店もそうなんですけど、料理を頼むのと飲み物の担当の方違うみたいで、今日はね、すかさず飲み物の方が来ましたね。Thank you。来ました。これがもやしです。かの有名なもやしです。あ、すごいね、いい香りしてますね。一気になんか中華の香りがしております。で、ご飯か麺かってね、言われたので、今ね、一つずつ頼んでみました。もうね、みんな大体他のメニューもあるんだけど、もう9割方はこのメニューを頼むんであろうって感じで、1分でこの状態、頼んで1分でこの状態です。鶏は多少切る時間があるのかな。はい、チキンも来ました。これ2人分ってやつですね。2人分で、もやしは1人分でしたっけ。麺とご飯にしました。こんな感じです。夢にまで見た一方のもやしをいただきたいと思います。では、もやしとチキンいただきたいと思います。これが噂の一方のもやし。短くて太いんですよ。一方はね、なんか水がきれいみたいで、それもやしが有名なんだって。いただきます。おいしい。もうね、クリクリシャキシャキみたいな感じかな。美味しいね。ちょっとだけ甘めのタレがかかってて、ちょっとね、魔法の粉もかかってますけどね。袋ラーメンの粉のスープみたいなちょっと香りのする胡椒が強めの、こんなちょっと魔法の粉もかかってましたが、美味しい。確かに。じゃあ次行ってみます。すごいしっとりだね。これ美味しい。美味しい。結構ね、このもやしとチキンを出すお店はいっぱいあるみたいなんですけど、やっぱり味付けがいろいろみたいなんですね。で、甘いけど甘ったるくはないね。ちょうどいい感じ。これもあるのか。で、ちょっとね、チリソースみたいのもあったんで、すごいね、チキンがね、しっとりで美味しい。これつけちゃおうかな。辛かった。ちょっとつけすぎた。辛かった。これね、ご飯と食べたら最高だね。ご飯。間違いない。美味しい。めちゃくちゃ美味しい。ちょっと麺も入れてみたいと思います。私の好きな
平らな麺。これはね、スープがちょっと甘くて初めて飲んだタイプのスープですね。スープが甘い。ちょっともやしとスープね、一緒に食べようと思います。麺を。誰に合図してる？チキンと。美味しい。はい、では PK いきます。チキンともやしとご飯、シンプルな組み合わせですけど、すごい美味しいです。もやしはすごい甘いですね。タレも美味しいですけど、もやしだけの甘さがすごい感じられて、美味しいです。ちょっとチリもらっていい？チリを少し結構辛い。結構辛い。気をつけて。こっちはしっとりしてますね、本当に。美味しいです。はい、それではこちらの麺ですね、いただきます。すごい優しい味ですね。でもスープが、マイルドで美味しいです。結構甘さがありますね。魚介のこの風味がすごい感じられて、とても美味しいです。エビも入ってます。エビの出汁かな。そんな味する？ほんのりエビの風味が感じられるんですけど、何かもしかしたらエビの入ってるかな。エビと言われてスープ飲んだら甘エビの味噌の味がします。確かに。あー、なるほどね。はいはい。なんか殻とかね、まあ甘エビが一番近いかな。この頭で取った出汁みたいなね、エビの香りと甘さがありますね。このチキンね、怖いですね、これね。見て。これ嫌いなんですよ、私。怖い。で、これポメロですね。あ、これドリアン。あとね、ここね、この、コピーが焼酎なんで、後でね、行きたいと思いますが、あ、いろいろこう、パイとかね、売ってる店ですね。ほら、パイ頭しております。なんかね、可愛いお店が、すごい観光地って感じですね。あとね、このね、焼き菓子、パフってタイのことパフって言うんですけど、パフ屋さんがいっぱいありますね。もう名物なのかな。あちこちでパフ売ってるね。あとね、あれ、豆乳屋さんも、豆乳も
名物でらしくって、プリンとか豆腐とか豆乳屋さんも結構あります。